今日は5時に目が覚めました。準備はすぐにバッチリとなりましたが、せっかくなので9時半の入浴開始時間を待って最後にもう一歩。これで一日のスタートも完全無欠。満を持して宿を出発のつもりが、バイクが強いでびしょ濡れ、しかもヘルメットまでかけっぱなしでしっかり湿っちゃいました。なんという失態。次回からはちゃんと室内に持ち込み必須ですね。学びました。気を取り直して7時についに出発。日の光を浴びて走り出します。寒い？ノープロブレム。体は着膨れで心は期待で温まってますからね。さあ今日の走行です。遠別からオロロンラインを北上します。絶景ロードを駆け抜けて稚内へ。ノシャップ岬や大沼をチェックしたら、時間次第で宗谷岬にも足を伸ばします。私が一番大好きな景色が広がる日本最北端のツーリングを自由気ままに満喫しようと思います。そして稚内市内で宿を取り、旅の用事もこなします。遠別漁港を通り過ぎていきます。たくさんの漁具がありますね。オロロンラインがわずかに内陸を走る区間がありますが、この後もできるだけ海岸通りを通ります。右手に原野、左手に海と利尻山。このコンボ、もう反則級の絶景ですね。まっすぐな道がどこまでも続き、まるで自分が映画のワンシーンにいるかのような錯覚に陥ります。手塩町に突入。手塩川多線公園で一休み。ここから眺める利尻富士、もう何回見ても感動します。すぐ手前は海のように見えますが、実は手塩川がまだ海に合流せず、海岸に沿って並走中。さらに北上を続けます。ここで道道106号を通ります。海岸線に近い道を選んで絵になる風景を求めて走ります。次に出会ったのはフォトン類風力発電所。28機の風車たちがずらりと並んでお出迎え。圧巻です。この風景も建て替えで台数が減って2025年には見られなくなるという話だったんですが、2027年まで延期されるとのことです。とはいえ未来の自分から今のうちに見とけやって電波が送られてきました。このすぐ先に現れたのは北緯45度のモニュメントです。観光客もちらほら立ち寄っていきます。中国人カップルが写真を撮ってほしそうにしていたので、頼まれる前にシャッターマン登場とお手伝い。香港から来たとのことでした。ハネムーンかな。なんだ今の。戻って確かめてみましょう。なんて書いてあるでしょう。正解はユークル展望所に到着。ここから見る利尻富士はまさに圧巻。礼文島まで一望できるなんて贅沢すぎやしませんか。候補での家からの眺めです。天気も良くて利尻富士が本当に綺麗です。私はこの区間が大好き。オロロンラインのこの辺りとこの後の宗谷岬付近の風景に癒されるために道北に来ていると言っても過言ではありません。海に向かえば利尻富士が綺麗に見えます。反対に陸側は一面サロベツ原野が広がっています。どこまでも続く直線道路。空には雲がぷかぷか浮いています。ノシャップ岬に到着しました。さすがの観光スポット、にぎわってますね。ここからの利尻富士も綺麗です。ノシャップ岬に来るとやはりこのお店は外せません。漁師のお店。お姉さん2人と相席でした。ウニイクラ丼2800円を注文。贅沢なウニとイクラがこれでもかというほど丼に詰め込まれていて、プ
ルプルした食感と海の香りに思わず幸せが口からこぼれました。さて、昔お世話になったライダーハウスがあったのですが、なくなっていました。バイクの車庫は残っていましたね。稚内市街を抜けるついでに少し駅にも寄り道。線路は続くよ、どこまでもと言いたいところですが、ここが日本の鉄道の最北端。線路もう続いてません。ザ・ベスト・オブ終点。時間はまだまだ11時半。大沼へ行ってみます。ここは白鳥が羽を休めるいいバードウォッチングスポットです。でも今日はどなたもいませんでした。グランピング施設もできてますね。ここから優雅にウォッチしたいです。さて、いよいよ宗谷岬に向かって国道238号を北上します。右手に宗谷丘陵を見ながら進みます。稚内市街からは20キロ強程度。結構距離があります。岬より少し手前で内陸に入ります。ここから宗谷周氷河ロードです。私の中でこの辺りの道はロード・オブ・ザ・キング。一番お気に入りの絶景ロードです。広大な原野と氷河が生んだ丘陵地帯。宗谷丘陵は氷河期に溶けたり凍ったりして土がゆっくり削られ、周氷河地形が形成されています。このように丸みを帯びて笹や牧草がカバーしてモコモコになっています。空と大地と海のコラボレーション。もうこの景色がたまりません。心がスーッと軽くなります。途中曲がって宗谷岬に行きましょう。その前に展望台レストランのパルベリアです。すぐ下は宗谷岬公園です。ここからはカラフトが見えますね。あ、鹿が普通にいました。逃げようとしません。少し下ると先ほどの鹿のファミリーかな。急な坂を降りると北緯45度31分22秒、本土最北端宗谷岬に到着しました。この場所に立つとついに最果てに来たぜという実感が一気に押し寄せてきます。日本最北端の地に立つと不思議と自分が日本の最先端で日本全体を背負っている気分になりますね。実際はただの観光客ですけど、ちょっと人が多くやってきたのでまた宗谷丘陵に戻ります。とことこゆっくり。そして宗谷岬のハイライト、白い道が現れます。白い道の正体はホタテの貝殻。ホタテ貝は北海道の漁業生産量の3割を占め、稚内と隣の猿払村が道内の生産量トップ3に入っています。貝殻は廃棄物として捨てられるものですが、リサイクルしてこんな景色を作り出すなんてアイデアに脱帽です。それとこんなに貝殻が出るなんて北海道の生産スケールにも驚愕です。360度、利尻富士と白い道、青空と緑の丘が織り出す景色はまさに北海道の宝石箱や。ここに立つだけで来てよかったなぁと
心から思える瞬間です。日々の細かな考え事がスーッと消えていきました。宗谷郵便局のところに出てきて、白い道は終了です。さて、まだ日暮れまでは時間があります。こんな美しい宗谷丘陵を1回回るだけで終わらせるなんてもったいなさすぎです。やっぱりもう一度宗谷丘陵を堪能したいということで、よーし、もう一周しちゃおう。撮影のためバイクを止めることもなく、ノンストップでゆっくり丘陵を走ります。ほんと最高。堂々889号を進みます。道はいつの間にか内陸をかけるワインディングとなり、バイク乗りのために作られたかのようなカーブが続きます。ただ時計がない場所なので、走っているとちょっと不安になることも。ふと、これで動物が飛び出してきたらどうしようとか、万が一転倒したら誰にも助けを呼べないんじゃないかなんて考えちゃうんですよね。でもそのスリルがまたツーリングの醍醐味だったりもします。そうならないように安全運転安全運転と。道道1077号に出ました。こちらは結構ダンプカーが多いです。そして速い。なかなか怖かったです。稚内市街に戻り、今日のお宿民宿中山さんに到着。夕食の前にコインランドリーで洗濯をします。洗濯の待ち時間には稚内のデパート西条でお土産を買い込みます。昆布と酒とばをたっぷり買ったのですが、さすがにかさばりすぎた。でも日本酒の最高友のあの味を思うと、商品かごへの手が止まりませんでした。洗濯物を取ってから民宿中山に戻ります。夕食をいただきました。ご飯はおひつでおかわり自由。これは危険なワードです。どれも絶品でついつい食べ過ぎてしまいました。今日は私の大好きなポロロラインウェブ利尻富士や宗谷丘陵を走り回り、なんとも言えない充実感に満ちています。バイクでこれほど素晴らしい景色を堪能できる場所はなかなか他にはありません。明日はオホーツク海沿いを南下します。今日はしっかりと体を休めて明日のツーリングに備えたいと思います。それではまた次の素敵なツーリングでお会いしましょう。安全運転で最後まで見ていただき本当にどうもありがとうございました。